皆さんどうも、ずんだもんなのだ。今回もロックマンエグゼのチップをたくさん集めていくのだ。前回、怪しい人物が学校に入っていったところからです。メールを確認するとヤイトちゃんが大変してくれた模様。大変ってしたこともしてもらったこともないんですが、生徒9人しかいないこのクラスで通用するんですかね。ここで拾ったリカバリー 50G ですが、特に拾う必要はないです。ただ後々イベントで強制入手あるので、ライブラリ的にも特に問題はないのだ。前から入ろうとするとロックマンに注意されます。イベントスキップしてしまいましたが、今一瞬映った人が新任の日暮先生です。ここでバグのかけらマンとデュエルできますが、めんどいので後回し。どうせ後で強制的に戦うことになるので、その時でいいでしょう。クラスメイト全員と会話すると授業が始まるのでサクサク話しかけていくのだ。日暮先生の印象はあまり良くない模様。気持ち悪い先生は言い過ぎだと思います。早速日暮先生の授業ですね。マリコ先生が体調不良らしいので自習になりました。算数ドリルのプログラムをセットしておくので、やっておけとのこと。というわけで算数ドリルを頑張っていきましょう。おや？なんと算数ドリルのプログラムがセットされたはずのブラックボードから W3 の演説が流れ始めました。なんでやろな。デカオくんに話しかけると、ガッツマンを使ってこの状況をどうにかしてくれるとのこと。前線したものの、あえなく撃沈してしまったので、今度はロックマンの出番なのだ。バックアップあるならいいじゃんで済ませる女性陣鬼畜ですね。ここでロールのナビチップを入手、フォルダに入れときます。それでは学校の電脳にプラグインロックマンエグゼトランスミッションというわけで、ストーリー2つ目の電脳なのだ。各所に仕掛けられた電子ロックを解除して進んでいく電脳だけど、特に面白みはないのでバッサリカットさせていただきます。ギミックとしては学校内を歩き回ってドアの数を数えたり、図書館の本の冊数を調べたりといった感じです。ショックウェーブが拾えたり、ウイルスからアースクエイク1がドロップしたりするので、できれば回収しておきましょう。ナビ線が少し楽になります。アースクエイクはミニボムのような投擲系の攻撃チップで、威力は驚異の90。当てづらいことを加味してもぶっ飛んだ火力をしてるのだ。上位チップはダメージ範囲も広がるので、思ったより当てやすい有能チップの一つなのだ。C コードでフォルダ組むなら、インターネットエリア16でナイトソード C とアースクエイクさん C をどっちも拾う感じになるかな。というわけでアースクエイクの解説終了。カットします。というわけで最深部の手前までやってきました。最後の鍵はパスカードが必要とのことで、マリコ先生を探します。マリコ先生は準備室で拘束されてました。助けるかどうかの選択肢で助けないを選ぼうとした人は隠さず手を挙げなさい。助ける前に棚にある HP メモリを回収しておきましょう。こう見るとマリコ先生って結構前衛的なファッションしてますよね。顔以外紫の全身タイツなんですかねこれ。パスカードを受け取ったら職員室前の機械に通します。どうやらマリコ先生を拘束した犯人は日暮先生らしいです。こっからイチャつく関係にまでなるなんて思いませんでした。カードを通したら最後のロック解除。ちなみにこれコードブレイカーという女神転生のミニゲームが元らしいです。そんなこんなでナビとご対面。目的はレアチップを買うお金稼ぎらしいです。それではナンバーマン戦バトルオペレーションセットイン。ナンバーマンは今作最弱のナビで、中央最後列から全く動かないのだ。つまるところ、中央最前列から投擲系チップを投げ続けるだけで倒せます。なんてこったい。この段階だとバスター火力足りないので、ナンバーボールは少ない方を突破するのだ。ってことでアースクエイクで余裕です。だから学校の電脳でアースクエイクを入手しておく必要があったんですね。まあはっきり言ってアースクエイクなしでもショックウェーブ振り回してれば勝てます。ショックウェーブならナンバーボールもついでに壊せるので、前半はショックウェーブの方がいいかも。そんなこんなでナンバーマンデリーとあっけない試合でした。今更ですが、ストーリー中の敵ナビはチップ泥なしなので爆速でしばいて OK です。日暮先生ですが、動機が動機だっただけにあっさり説得され改心しました。ここで言うみんなの役に立つことが
ヒブレヤを開きチップを売ることだったわけですね。さて放課後になりましたが、少しやりたいことがあるので学校の駐車場にある車の電動に向かいます。目的はメットールニが落とすソニックウェーブのチップ。このチップはショックウェーブの上位互換に当たる性能で、ダメージとウェーブの進むスピードが向上してるのだ。ショックウェーブより当てやすいので終盤まで主力として使っていけるのだ。組み合わせとしてメットールニのみの場合とパララとセットのパターンがあって、リモコゴローは不要なのでセーブして落ちちゃったらリセットするのだ。使えるチップなら続行でもいいんだけど、さすがに扱いづらいチップは拾いたくないのだ。メットールには HP60 なのでショックウェーブでワンパンだけど、メットールの攻撃中以外はガードされるので注意。というわけでソニックウェーブ入手、ある程度の枚数稼ぎます。カット。そんなこんなで5枚ほど集めてきました。10枚集めてもよかったんだけど後で普通に出てくるし、その時でいいかな。ここでバスターアップを買いに行きます。さすがにそろそろ1ダメージバスターから卒業したいよね。というわけでインターネットに向かいます。さすがにもう道中はカット。結構お金貯まってたのでついでに HP メモリも購入しておきます。今後のことを考えると HP300 くらいは欲しいかな。購入したバスターアップはアタックに振ります。これでバスター火力が一発3ダメージになったので結構快適。そんなこんなで駅に来たんだけど、何やら駅員さんと客が揉めてますね。話を聞くとメトロラインは落石で運転を見合わせている模様。奥にいる駅員さんに原因を聞きに行くのだ。話を聞くと何者かがインターネット上で保安システムをウイルスで攻撃している模様。大事なシステムをパブリックネットワークに接続するのやめた方がいいですよ。というわけでインターネットに向かいますが、尺の都合で今回はこの辺りで終了です。もしカットしてない動画が見たい方がいましたら概要欄に配信アーカイブのリンクがありますのでそこからご覧ください。また前パートでも触れましたが、収録配信を今夜20時から行いますので、もしお時間あれば見に来ていただけると嬉しいです。今回は作業中心になりそうなのでコメントにもたくさんお返事できると思います。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。